どうも、ベトナム在住の内津です。今回からね、このバラバラにして保管してたスーパーカブをね、組み立てていきたいと思います。このスーパーカブはね、6年前にボロボロの車体を購入して、で、レストアしようと思って、途中で断念してた車体ですね。この車体はね、買ってみて、いろいろとチェックをしてたんですけども、まずホイールが前後ともね、もう全然ダメな感じで、それはもう処分しました。で、あと、ハンドルの方もね、朽ち果ててて、ちょっと使える状態じゃないので処分してます。ただ、ホイールとハンドルはね、他の株の部品持ってるんで、多分それを使えばいけると思うんですよ。で、これをね、なんでバラバラで放置したかというと、フレームの方がね、案外ひどいことになってて、実はこれ随分錆びてますけども、もうフレーム直してもらってるんですよ。あっちこっちに穴が開いてて、後ろ側ですね。映ってるのかな、ちょっとカメラ移動ですね。これはね、もう後ろの針が裏側がかなりダメになってて、もう全部ね、純正じゃないこっちで売ってるコピー部品で組み立てて、溶接で作り直してもらってるんですよ。その時にね、ちゃんと錆び止めしとけばよかったんですけども、それをする前にね、せっかくなんでエンジンの方ですよね。エンジンをね、ばらすと、エンジンもひどい状態だったんですよ。で、その時点で放置してしまいました。で、ただね、エンジンの方は、去年、外に出れなかった時期があったんで、その時にね、組み立てたんで、あとはね、車体の方も、フレームは、錆びを落として、色塗ってしまえば使えるんで、ちゃんと1台の株に組み立てられると思います。ちなみにね、この車体は、ここパイプつなぎ直してますね。これはね、私が購入してばらした時点でもうすでにこうなってました。多分ね、朽ち果てて、このパイプ何かを叩いて作ってるんですよね。だから多分後ろがね、ダメになってたと思うんですよ。でね、私が入手した時に、ここら辺もね、全部穴が開いてひどいことになってたんで、ここは全部ね、もう違う部品、ベトナムで売ってるね、再生させるための部品でもう溶接して作り直してるんで、錆がね、かなりひどいんですけども、中まで腐食したのはなくって、表面的な錆なんでね、錆を落として問題なくできると思います。でも錆落とすの大変だろうな。ちゃんとね、錆止め塗っときゃよかったんですけども、過ぎてしまったことはしょうがない。錆を落としていきたいと思います。錆の方ね、どこまで落とせるかわかんないんですが、エアリューターで削っていきます。ちょっとね、マスクしないと、粉塵がやばいです。ちゃんとね、マスク使います。この中はね、手弾かれると怖いんで手袋。回転系の時はね、素手がいいのか、いろいろ、賛否両論あるんですが、糸のやつはね、軍手はダメなんで、革手袋していきます。
狭いところにね入らないんで、これに変更です。いやー、取れないですね。最後にちょっと気休めでね、これでこしておきます。いやー、もうこんなもんでいいや。この中ね、錆止め塗るんですけど、その前に、こいつですね、私の動画でたまに出てくる、ハルト、錆落とし錆止め剤ってあるんで、まあ気休めですけど、ちょっとね、スプレーしておきます。これね、今回この中だけですけども、塗りました。で、これ塗ってからね、2日経ったら、塗装ができるっていうことなんで、とりあえずこのまんま置いてね、2日後に中を錆止め塗装したいと思います。こいつはね、少しずつやっていかないとダメなんで、今日はここまでです。それではまた。